同時コインにクジラが現れ、価格が一時 10% も急変しました。一方、XRP はついに3ドルを突破し、多くの投資家が含み益の状態になっています。そして今、アメリカでは仮想通貨の未来を左右する重要な法案が議会で審議されています。もしこの法案が可決されれば、暗号資産市場は大きな転換期を迎える可能性があります。おはようございます。桜井です。今回の動画では XRP と同時コインの最新動向はもちろん、ビットコインの調整局面やアメリカの議会で進む規制の動きまで、今知っておくべき重要ポイントを厳選してかつ分かりやすく解説をしていきます。暗号資産に投資をしている方にとってきっと参考になると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。まず最初に取り上げるのは XRP の急騰です。7月14日、XRP はついに一時3ドルを突破しました。現在は 2.87 ドルから 2.98 ドルの間で推移していて、24時間で約 1.8% 下落しています。それでも過去1週間では27から 30% の上昇という力強い動きが確認されています。この上昇を支えているのが ETF への期待感と機関投資家の資金流入です。欧米の大手金融機関からも買いが入り、市場には強気のムードが広がっています。また、いわゆるクジラと呼ばれる大口保有者の数も過去最多に達しました。具体的には100万 XRP 以上を保有するウォレットが急増していて、過去7日間で合計15億 XRP 以上が買い集められたというデータも報告されています。この動きは大型投資家が XRP の長期的な成長にかけていることを示しています。さらに技術面でもポジティブな動きがあります。リップルラブはオンデマンド流動性、いわゆる ODL の提供範囲を広げ、XRP レジャーのアップグレードも進行中です。加えて新たなステーブルコイン RLUSD の発表もあり、XRP のエコシステムは着実に広がっています。一方で注意点もあります。現在の価格帯は上が 3.10 から 3.14 ドルのレジスタンス、下が 2.75 から 2.7 ドルのサポートとされていて、このゾーンを抜けるかどうかが今後の価格の明暗を分けると見られています。また XRP 保有者の 98% 以上がすでに含み益の状態になるため、一部では利益確定売りによる調整リスクも指摘されています。つまり今は強気と警戒のバランスが試される局面です。以上が XRP に関する最新の動きです。次は価格変動が激しかった同時コインのニュースを見ていきましょう。7月15日、同時コインは一時 0.21 ドルまで上昇した後急落して、0.19 ドル前後で取引されています。24時間で最大 9.5% の下落となり、その後素早く回復するという激しい動きがありました。この背景には、いわゆるクジラの動きがあります。過去48時間で大口保有者によって11億同時以上が買い集められたことが報じられています。このようなクジラの買いは短期的な価格上昇の大きな要因になります。しかしその後、短期トレーダーによる利益確定の動きが入り、価格は 0.19 ドルまで押し戻されました。とはいえ、取引高は24時間で10億ドルを超え、相場の注目度は非常に高い状態が続いています。また、ミームコインのブームの再燃も投資家の心理に影響を与えています。SNS やメディアでの盛り上がりが投資熱を後押しし、一部のアナリストからは8月までに 0.5 ドルに到達する可能性もあるといった強気な予測も出ています。ただし、こうした相場は非常にボラティリティが高いため、短期的な値動きには注意が必要です。現在のレジスタンスは 0.2 ドル付近、サポートは 0.18 ドル台とされており、この範囲でのレンジ相場が意識される展開になっています。同時コインはニュースや SNS、そしてクジラの動きなど様々な要素で相場が動きやすい銘柄です。短期トレードをする方にとっては今後も重要な注目対象となりそうです。続いては暗号資産市場全体に大きな影響を与える可能性があるアメリカ議会の規制法案について見ていきます。ではこれから最後に紹介するのはアメリカの議会で今まさに審議が進んでいる3つの暗号資産関連の法案についてです。今回の動きは
クリプトウィークと呼ばれる暗号資産業界にとって歴史的な週になる可能性があります。これまで不透明だったアメリカの規制ルールがようやく明確化されようとしています。審議の法案は以下の3つです。1つ目はジーニアス法案です。この法案はステーブルコインの1対1のドル裏付けを義務付ける内容になっています。ステーブルコインっていうのはドルなどの法定通貨と同等の価値を持つように設計された仮想通貨のことで価格の安定性が特徴です。この法案が通ればより信頼性の高いステーブルコインが登場することになり、投資家にとっては安心材料になる可能性があります。2つ目はクラリティ法案です。これは仮想通貨に関する監督機関の役割を明確にするための法案です。具体的には、証券取引委員会 SEC と商品先物取引委員会 CFTC がどのような資産をどのように監督するのか、その分担を整理するものです。これにより仮想通貨プロジェクトや取引所にとってルールがわかりやすくなり、事業展開もしやすくなると期待されています。そして3つ目がアンチ CBDC サーベイランスステート法案です。これは FRB アメリカ連邦準備制度が中央銀行デジタル通貨 CBDC を発行することを禁止する法案です。CBDC は国が発行するデジタル通貨で便利である一方、政府による監督やプライバシーの懸念も指摘されてきました。この法案はそのようなリスクに歯止めをかける内容となっています。これら3つの法案が可決されれば、アメリカの暗号資産市場はより明確なルールの下で成長できるようになります。特に機関投資家にとっては安心して参入できる環境が整うことになり、中長期的には市場の拡大につながると見られています。一方で、規制の強化が一部のプロジェクトやトークンにとってはマイナスになる可能性もあるため、今後の議会の動きには引き続き注目が必要です。はい。では、ここまで今日の暗号資産市場における重要なトピックを見てきました。最後に改めてポイントをまとめていきたいと思います。まず、XRP はついに一時3ドルを突破し、大口投資家の買いが続いています。テクニカル的にはレジスタンスとサポートの間で値動きが続いていて、今後どちらに抜けるかが大きな注目ポイントです。次に同時コインは、クジラの買いによって 0.21 ドルまで急騰した後、利益確定売りで 0.19 ドル台まで調整しました。しかし、出来高の増加や SNS の盛り上がりからもわかる通り、引き続き高い関心が高まっている銘柄です。そして、アメリカの議会では、暗号資産市場にとって非常に重要な法案が審議中です。ステーブルコインの信頼性、監督機関の明確化、CBDC の制限など、これらはすべて今後の投資環境に直結する内容となっています。これらの動きを踏まえて、今後の注目点としては次の3つが挙げられます。1つ目は XRP が 3.14 ドルのレジスタンスを超えられるかどうかです。これを突破できれば新たなブレイクアウトにつながる可能性があります。そして2つ目は同時コインの出来高と SNS 動向です。ミーム系銘柄は市場心理の影響を受けやすいため、価格だけではなく周辺の情報も見逃せません。そして3つ目はアメリカの議会の法案審議の進展です。この法案の内容次第で市場に新たな資金が流れ込む可能性もあり、長期投資家にとっては大きな分岐点となるかもしれません。このように短期の値動きとともに中長期的な政策や資金の流れにも注目しておくことが大切です。引き続き情報を追っていきたいなと思っております。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本かもう説明動画を上げています。まだご覧になられていない方は、そちらの動画の方をご覧になってください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI にはそれはありません。
なので今後投資においても AI を使っていくっていうのがスタンダードになってくると思います。ぜひ興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレイド X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。